お久しぶりです。もきちです。このチャンネルは考古学の勉強をし直す元理科の先生が旅をしながら歴史を勉強するチャンネルとなっております。歴史のテストに書かれる答えを示す内容というよりは、さらなる問いを示してそれを自分で解きに行くものとなっております。そのため内容に間違いがあるかもしれません。最新の情報を参照しているとは言えないかもしれません。専門家のお気に召さないかもしれません。なぜなら昔から楽しんできた探究過程を自ら描写しようということを目指しているために、初めのうちからその過程をお話ししていくことになります。必然的に初期の動画ほど、あるテーマについて扱い始めの動画ほど間違いが多くなると思います。そういう点がありましたら、ぜひ答えをコメントしていただくのではなく、ここへ行ってみようという形でご示唆をいただければ幸いです。調べるよりも考えること、考えるよりも行動してみること、見たもの、感じたものを大事にしております。好奇心をともに気の向くままに、つれづれなる歴史の旅、お付き合いいただければと存じます。それでは前回の続きです。この一連の動画では、大甕神社周りの歴史を探求していきます。大甕神社に祀られる雨のかがせよという神様や、それを服従させた竹の葉槌の命という神様について調べていきます。前回の動画では3番の泉神社のお話まで進みました。もしまだご覧になっていない方はそちらの動画を先にご覧ください。この動画では4番5番の大甕神社の周りのお話をしていきます。いよいよ本丸です。それでは大甕神社見ていきましょう。この神社には入り口が2つあります。一つは国道6号線沿いのもの、もう一つは日立オリジンパーク側のものですね。一応現代ではこちらの南側の入り口が正門だとされていますが、裏側が実はこの神社の大事な門であるということに後々気づきましたので、また紹介していきたいと思います。今回はこちらの南側にあたる正門の方から伺いました。神社の名前がまず違って大甕取神宮と書かれていますね。こちら側の入り口は竹の葉槌の命の方に焦点を当てている感じです。ご由緒も書かれていましたので読んでみましょう。ご祭神は竹の葉槌の命、地主神として三日星かがせおですね。別名として天津三日星とか雨のかがせおという呼び名も確認できます。やはり天津神としての名前はここにも書いてあるんですね。実際のところいつから祀られているかは定かではないけれども、社殿では神武天皇の元年からということで、この辺りは鹿島香取とも共通しています。で、もともと大甕神社には地元の神様として三日星かがせおが祀られていたけれども、江戸時代にこの境内にある三日星かがせおを祀っていた岩倉の上に社殿を造営して竹の葉槌を祀ったということがわかります。それでその岩倉というのが元来の大甕神社の由来となっていて、宿根石と言われている大岩になります。この写真で宿根石と文字が刻んである小さい岩ではなくて、その背景に大きな岩があるような感じになっています。それでこの説明版によれば、この岩自体を大甕と称しているようですね。この岩は教会、結界に祀られたもので、大和朝廷の支配の及んだ地域と未知の世界、ここで日高見の国と書いてますけど、日高見の国との境界に見立てられて、ここに三日星かがせおが祀られているとのことでした。ちょっとここの表現が大和朝廷と日高見の国を区別しているのと、日高見の国が高間が原を例えるものという表現があって、少しねじれを感じますよね。でそのあたりのあやを解いていけると、全体としての問いも解けてくるような気がするのですが、どうでしょうか。では実際岩に登ってみましょうか。
で戻し、できた。これはすごい。大御神の上にはここにも奇跡が祀られているのと、ここに大御神取神社の本殿があります。ここにも説明書きがありましたので確認してみましょう。一人神と書いて静の神を祀ると書いてますね。ここで次に訪れる静神社ともつながるのですが、竹の葉槌の命を静の神として祀っていますね。ここの説明版に竹の葉槌って書いていないあたりがまた一癖ですが、この場所にこの神様を祀ったのは江戸期の人々ですから、伝承に合わせて竹の葉槌としてここへ祀ったというところかと思われます。一説では女性の神であったとも一言添えられていました。実際大御神取神社の方の額を見ますと式外となっておりまして、延味式時点ではもしかしたら重要視されていなかったのかもしれません。ここの説明が難しいのですが、大御神神社というのは地図に青く塗った部分で、これまで見てきた一人神社と読んでいる方は黄色く塗った部分がそれなんだろうと思います。このおみこしとかは地元の人たちがどういう認識でいらっしゃるのかが分かりきらない部分があって、うまく塗れていません。すいません。それでこの青く塗ってある部分の左下にあたる丸い形で表している部分が先ほど見ました大岩大御神です。その頂上部分に一人神が祀られておりましたので、ここは黄色くしています。実際に伺ってみると、青い川がまるっきり一つの神社として成立しておりまして、でこちら側に大きな神門が建てられて社務所も映っているなどして、現代では大事にされている様子が見られます。さて、それでは大御神の頂上にある一人神を巻いて岩倉の裏手に降りてみましょう。こちらが言ってみればもともとの大御神神社で、三日星加賀星を祀っている正面にお社が建っています。比較的新しいお社であるように見えました。こちら側の説明書きには、日本書紀に登場する鹿島香取の神でも征服することができなかったと書いてありまして、こちらの説明では蝦夷の州長を神格化したものという説を紹介していますね。三河の大将を日高見の国高間ヶ原と見るか蝦夷と見るかではだいぶ見え方が変わってくるかと思います。さて、それでは大御神の方の地形も見てみましょう。地質図だと、ここでは宮城県福島県方向から降りてきている大きな赤い塊ですね。これの南端に当たる部分に大御神があります。ズームしてみましょう。ここですね、先端部分の赤いところ、古生代カンブリア紀の地層で花崗戦力岩なんかでできているみたいですね。現代目線でいうと、さっきの宮城から茨城まで続く赤い塊が全部大御神に見えなくもないけれど、さすがに古代の人々がそこまでの地質学的視点を持っていなかったでしょうから、この部分のことを大御神と呼んでいるということでいいんじゃないかと思います。ちなみに画面上黄色くなっているところ、現代では国道6号線を渡った向こう側に本来一人神が祀られていたものを、江戸時代に水戸藩の調査により重大なものであると認められ、街道筋にあたる現在地に遷座されたものだということですね。なのでこの黄色い部分がおそらくはかつての大御神山で、その頂上に一人神は祀られていた、まさに大御神を抑えていた形になっていたということです。それを現在地に移してきたということですね。今回写真は撮ってこれなかったんですけれども、この当地の石碑なんかを見ると、どうやら黄色いあたりにその昔の陵墓があって、そちらに祀られていたというのが本来の位置だったようですね。で、少なくとも江戸時代に理解されたものとしては、竹の葉槌はここで亡くなった後にそこに祀られたということになりそうです。そうすると次なる疑問は、静神社の方はじゃあ何なのということになりますよね。そちらの方もまた見ていきたいと思います。さて、それでは本丸への訪問を済ませたので、今回は少し次回の予告的なことを足しておきましょう。
この後御岩神社へオプショナルツアーへ向かいます。オプショナルツアーって呼んでるのはもともとのテーマからは少し外れるんですけど、近くにある重要な神社なので行ってみようという感じですね。まずは日立駅の方へ向かいます。大三駅から改めて常磐線に乗って10分程度の時間で日立駅に到達します。日立駅からはバスに乗って御岩神社へは行けるんですけど、ここの接続がかなり難しいので事前に時間を調べて電車に乗ることをお勧めします。今回はその分日立駅でランチをする時間が取れたんですけど、時間を決めておかないと結構外れたりしますので気をつけてください。日立駅の通路の東側はガラス張りになっていて、太平洋をずっと望めるようになっています。絵画のような眺望です。このガラス張りがそのままカフェの中まで通じていて、海を見ながらお茶を飲み、あるいはランチを取ることができます。日立駅を立って御岩神社へ、どんな神社が待っているのか、次回もお付き合いいただければ幸いです。ぜひチャンネル登録と高評価、そしてベルアイコンのクリックをお願いいたします。それではまた次の歴史の旅でお会いいたしましょう。